まずクラーケン。画面に収まらないこの大迫力。はい、ご覧のありさまです。多比に欠けてます。展開が遠すぎるのであらすじも大変だ。前回は三河での強化なんかをしたのね。それと変異種の魚にも遭遇した。あいつら地味だけどアイテムを持ってることがあるから助かるのよね。言ってしまえば一緒だしな。そんなわけで今回も行ってみよう。湯気サバチャンネルへようこそいらしてくださいました視聴者様。今回も間が空いてしまい申し訳ございません。とりあえず可能な限り巻きで進めます。まずはこちら。鶏の飼育室からです。以前は鶏はリンゴを喜んで食べていたんですが、今回はミミズが必要みたいです。ミミズは地面を掘るとたまに出てきますが、なんとなく草原化しておきました。今のところ植えてはいないようです。ちなみに草原化は草の種を植えるだけです。が、普通に植えると踏み荒らされると種がダメになりますので、植えて育ったら柵を移動する、とか工夫してください。早くも羽と卵が手に負えません。まあこれで食料は安定しました。あとは適当に卵を島内にばらまいておけば、非常食になります。ほいお次。火事の用意です。火事には火元である炉と、金床が必要です。地味にハンマーもね。本作では金属鉱石をインゴットにして、そこから加工になります。これが資源的にすげえきつい。石灰とタルカムが必要なんですが、どっちもレア度が高い。山盛り欲しいんだけどな。入手手段としては、寒冷バイオームに出現するリビングロックを狩るのが早いです。断言しても構いませんけど、いずれ修正が入ると思います。何しろ普通の手段じゃ手に入らない。地下で掘り出せるんですが、ゴーストに追われながらレア石を掘るって無理ゲが入ってます。それしか手がないならやりますけども、今のバージョンはバイオームの間を移動できるので、まあガチャ引いてから無理しても良いと思います。隣接してるバイオームに寒冷がないなら、せこせこ地下を掘るしかないです。ひどい話だ。地下の無限水源化に挑戦してます。もしも地下に無限水源があると、その上の地上に移動設置するだけでいつでも水が汲み放題です。地上のマップを汚染せずに水が手に入るから、結構、ありがたいわね。ろうそくを持って地上を歩いてて、水にドボンして火が消えたとか死活問題だからな。嫌すぎる。ですね。地味すぎて実況にならないわね。おかしなことを言うようだけど、順調ならこれが平常運転だからな、このゲーム。本番は体勢を整えてからのカルマのマイナス化だからね。襲撃モンスターはマジでシャレにならない。引っ張ってもあれなんでここらでバラしますけど。まずクラーケン。画面に収まらないこの大迫力。序盤で釣りしてて目前に湧いたら罪って言ってたのがこいつです。金属製の鎧じゃないと太刀打ちできない。こっちのテリトリーに引き込んで、回復薬と水と飯をしこたま消費して倒すレベル。言ってでもしくじると終わります。そして被害が拡大するのがこいつ、ドレイク。ご存知の通りの幽族なんですが、直線位置に主人公がいると火を吹きます。当然、炎上の機能付き。バカなんじゃないのかこいつ。こいつのせいでどれほどの畑が犠牲になったことか。しかもやたらと凶暴なので、諦めずにどこまでも主人公を追ってきます。追加されたのって3、4年前だと思うんだけど、初遭遇時の混乱は忘れられない。頭の上にハテナが出たからね。急いで最上位の金属装備に着替えてフルアイテムで倒しに行ったっけ。そして慌ててカルマを下げた、と。更新前に上げるだけ上げてたからな。マジで地獄絵図じゃった。樹木系のモンスターがいないのが救いだよな。果樹園に人食い植物が紛れるとかマジで終わるからね。それはどうにもならんな。待ち伏せ系はやめてくれって感じね。と縦雲かな。無限水源を連結するわ。地下への入り口ができなきゃ良いけど。ぶっちゃけますけど、もしできたらタスクマネージャーからタスクを切ればノーセーブでリテイクできます。ズルですけど、正直これを使わんとどもなりません。よっしゃ繋がった。これで無限水源にまた一歩近づいたな。気の長い話ねサバイバルでは水の確保は最優先だからな。時間をかけてもやるしかない。今回のアップデで上流機がパワーアップしたから、無限水源の必要度は下がったけど、緊急時にはどうしても欲しいのよね。喉が渇いてた日、とか握手だからな。ウェイワード講座第7回を始めます。よ、レイム先生。今回のお題はマップ間の移動です。ほうほう。本作では数年前のアップデでマップ間の移動が可能になりました。移動すると良いことあんの？はい。隣接するマップは様々なバイオームですので、単純に資源の確保が可能になります。でもデメリットもあるんでしょ？あります。最たるものが水分満腹度と食料満腹度の大幅な減少です。喉が渇いて腹が減るってか。そうですね。しかしその減少量が半端ではない。ガチで、今、湯気サバくんが必死に水分コンテナを作っているのはそのためです。そんなにか。どれだけ大量に持ち込んでも、行き先で水分を確保しないと帰ってこれません。積んでるじゃねえか。ですのでマップ間の移動をするならそれなりの覚悟と用意が必要です。恐ろしい話だな。特に怖いのが多重移動です。というと、こうしたマップ構成
これに対してこうした移動をした場合、大抵は多避にます。恐ろしいのう。よほどのタフガイでも持ちません。怖い話だ。そうですね。ですので2024年現在ではマップ間移動は入念な準備をしてから行うべきです。多避んだら終わりだからな、今作は。そうです。まあ言ってしまえばおそらく修正が入るとは思います。そうなればありがたいこったな。そうだと思います。以上、講座を終わります。お疲れ様です。カメラが引きですみません。せっかく、講座で話題にしたのでマップ間の移動をしてみます。難しいことはありません。マップの端に行くだけ。するとこのように選択肢が出ます。細分と満腹度のインジケータをご覧ください。はい、ご覧のありさまです。多避にかけてます。ひどすぎだよなこの仕様。まったくよ。このマップは沼地でした。狙いは慣例なのでここはスルーです。水を飲み、飯を食べて出直しです。ちなみにですが、新マップには魚やサメが少ないです。ですので食料の現地調達には慎重になってください。生成後、一定の時間が経過すると増殖というか、新配置されるのですが、じゃあ元のマップに帰ります。またこのありさまです。なんなのよ一体。画面が暗転している間に何をされてるんだろうな。それはもう筆舌に尽くしがたい拷問的なことを。ありそうだから困る。拠点に帰って食事にしましょう。そうしよう。湯気サバくんも疲れただろうしな。そういえばさ、試してなかったけども。船ってグレードがあるじゃん。そうだな。あれによってマップ間移動の消耗に違いって出ないのかな？面白い着眼点だな。今度試してみよう。もし差があるなら偉いことね。個人的には大発見と言える。更新されて以来、悩まされっぱなしだものね。設定を間違えているとさえ思ってるからな。早くも鶏が手に負えないけん。増えすぎなんだよ。基本的に卵で増えるから止まらないのよね。羽も量産するし、もういらないぞ。鶏農場が広すぎたかも。後で減らしておこう。体勢を整えたので東へマップ移動するわ。寒冷バイオームが聞ければよいけど、こればっかりはガチャだからね。そして3度目のこのありさま。やれやれ。ここは、多分森林バイオームね。かぶったか。しゃあない、切り替えていきましょう。移動先のマップに蒸留機を設置中。これがないと帰れない。非常すぎんだろこのゲーム。サバイバルの実態に寄り添ってるとは思うけども。寄り添いすぎなんだよ。ゲームなんだぞ。もう持ち込んだ水分が空っぽだからね。ここで水分を補給しないと帰れない。どういうこっちゃ。こっちが聞きたい。このように移動先のマップには補給用の拠点が必須です。おかしいと思うんだけどな。まあね、ドラクエで言えば新大陸に行ったら次元爆弾付きみたいな話だからね。さて、今回は拠点を見回って終わりにしよう。おや、リンゴが断ちかれてるわね。樹木は生物に踏み荒らされることはないから、単純に寿命だろうな。これは切り倒しておけば勝手に増えるわね。もちろんリンゴの種を能動的に植えても良いけども、以前にも触れたけど、今作ではリンゴは神アイテムだ。食料としての回転率が良く、勝手に増える上に資源にもなる。リンゴ縛りをしたいくらいだ。現実でもリンゴは相当に優秀な果物だからね。そういや現実でリンゴの切手木材としてはどうなんだろうな。燻製用のチップで見たような見ないような。まあ木材としても優秀だったらあまりにも凄すぎるからありえないのかな。まあそうでしょうね。さて、それじゃあそろそろ締めようか。はいよ。ご視聴いただき、誠にありがとうございました。